テレビアニメ推しの子アフレコレポートじゃん、ルビー役の生駒ゆりえです。さて今回も推しの子のアフレコ現場の様子を新人声優である私生駒ゆりえが突撃レポートしていきたいと思います。さてテレビアニメ推しの子第5話ですね、ご覧いただけましたでしょうか。5話ではね、ピエヨンという強烈なキャラクターが出てきて、皆さんそのピエヨンに飲まれていませんか。そのねピエヨンだけじゃなくて、こうルビーちゃんの素敵なシーン、カナの素敵なシーン、アクアの素敵なシーン、たくさん盛りだくさんの5話ですので、ぜひいろんなところも見て、もう一回見て楽しんでください。では今回も早速推しの子のアフレコが行われておりましたブースに行ってみたいと思います。行きます。ということで5話といえばこの方ですよね。行きましょう。よいしょ、イエーイ。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。有馬かね役のハンめぐみです。よろしくお願いします。はい、さて、第5話のアフレコが終わりましたけれども、終わったね。今日さ、A パート B パートっていつも前半後半と分かれてるじゃない。さ B パートについにピエヨンが出てきたじゃない。出てきましたね。それに持ってかれすぎて、A パート何やった？いや待ってくださいよ。大事なシーンありましたよ。何やったっけ？アイドルになろうって誘ったシーンがあった。我々ようやく掛け合えたじゃないか。ピエヨンに飲まれすぎちゃダメですよ。飲まれるでしょ。でも飲まれたよね、正直。収録現場でも飲まれてました。飲まれたよ。あれはね、いや最高だったよ。だけどそうです。我々にとって大事なエピソードです。はい。アイドルにありがとう、誘ってくれて。ちょっとっていうかかなり渋ってませんでした？渋ってたね。渋ってましたけど、やっぱりこうアイドルをやるとそれなりの自分へのリスクがあったりとかもするしっていうところで、でもね、カナってきっと必要とされると弱いタイプなんですよ。すごいいい子なんですよ。めっちゃいい子。もうそのものね、やっぱ根っからがいい子だから期待に応えちゃうタイプなんですよね。になってくださってありがとうございます。いや、むしろもうなんかありがとうございます。誘っていただいてありがとうございます。かなちゃんって元10秒で泣ける天才子役だったわけじゃないですか。こう小さい頃のアクアとルビーも知ってるすごい大事な存在ですよね。しかも愛のこともね、そうなんです、見てるわけだからね、何も知らないけどね。5話でこう愛とルビーをちょっと重なってくださったシーンを、私はすごい素敵なシーンで嬉しいなって思って見てました。カナの勘鋭いよね。すごいですよね。そう、なんかたまにうっかりしてるんだけど、あの勘の強さすごい芸能界で生きてきただけあるんだなーっていう嗅覚があるなと思いましたけども、なんかすごい完璧だったんですけど、読んでいいですか？はい、いいですよ。カナは10秒で泣ける天才子役ですけど、ハンさんは10秒で泣くことができますか？カンペが出てます。重曹を舐める天才子役。重曹を舐める天才子役じゃなくて、10秒で泣ける。重曹舐めますか？重曹は舐める芝居をした。この話もちょっと掘り下げたいところであるんですが、今回の話ではないんですよね。10秒ね、多分声のお芝居だったらもうすぐ泣けるんだけど、ここでこう涙を流すことは今できない。なぜなら私は今乾いている。乾燥してるね。冬場はね、冬場のスタジオは乾燥するね。泣けません。泣いてるふりはできます。重曹舐めていきましょうか。舐めないわ。今後のアクアとルビーのとの関係もすごい気になるところではどうなってちゃうんだろうね。いや、2人でアイドルやるのかもね。あ、そうだ。原作ご存知の方はまあもちろんいろいろ知ってるかもしれませんけど、3人か4人か5人とかになっちゃうかもしれないですけど、しかもだってさ、衝撃だよ、ビーコ町でしょ。そうですよ、ユニット名。そうなんですよ。これ大事なシーンですよね。めっちゃ大事だったよね。なんかピエヨンあった上にそこちゃんとあったのに、そこもちょっと飛ぶくらいピエヨンが濃かったんだけど、ピエヨンがすごい濃かったですね。でもね、ビーコ町がね、ある種まあね、立ち上がったというか、またね、好きなシーンがいっぱい詰め込まれてた5話だったので、ピエヨンも素敵ですけど、
そのピエヨンだけじゃなくてこういろいろそうそう、ピエヨンさんの手を借りて助けを借りてやっとビーコマチって我々が言えるっていうね、大事な話数でありました。ありがとう。ありがとうございました。アイドルに誘ってくれてよかったです。ありがとう。ぜひこれからよろしくお願いします。よろしくお願いします。ビーコマチとして。あ、ビーコマチ重いぜビーコマチそうですよ。背負っていきましょう。背負っていきます、共に。はい、ということで次回もね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、続いては調整室にやってまいりました。今回もね、スタッフの方にお話を伺っていきたいと思います。じゃん、アニメプロデューサーの山下さんです。山下です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。5話まで来ましたけれども、はい、いかがでしたか？いや、もうだってもうピエヨンでしょ。いや、そうなんですよね。圧倒的、だってもう全部持っていきましたね、ピエヨン。悔しいけどすごい収録でもそうでしたよね。いや、もうそうでしたね。こうなんかこの調整室からの話し声とかがたまにこうトークバックで聞こえる時あるんですけど、はい、大爆笑が僕の笑い声が一番返ってきたそうですね。はい、はい、なのでテレビアニメ推しの子のこういうところにこだわってるよっていうところをお聞きしたいです。でもいっぱいあるというか、逆に言うとまあなんでしょう、今までやれなかったことを全部やってるって感じです。5話だとピエヨンの歌収録もちゃんとピエヨンの歌を作って、はい、でそれを準備して、でアフレコの現場でそれを裏で流して、はい、でピエヨンのそのダンスの振り付けもわざわざまあ、ちょっとプロデューサーなんでね言いますけど、お金とかもちゃんと出して細かいところでも細部まで全部作り切って準備して、アニメ化してるので、まあ、いろんなジャンルもう語り尽くせないんですけど、はい、いっぱいあります。収録をするときにいただくテープっていうか DVD 動画があるじゃないですか。それに振り付けの動画がこう載っていたりとか、なんかここでこういう決め顔するよみたいなのがもう全部載ってて、もうそれを見て収録するのがもう本当にこだわってるところがすごい細かいなって思って感動してましたので。そうですね、それは音響の、音響監督高寺さんとか、音響のスタッフさんも含めてみんなそれを役者さんが全部知ってた方が演じやすいだろうっていうので準備してカッティングムービーっていうんですよね、はい、アフレコ用のムービーのことを。それもそれまでに準備しないといけないって言って、動画工房さんから僕らに何日まで準備してくださいって時間ないよって言いながら、でもこれやりたいしなって言って全部入れ込むみたいなことをやってます。ありがとうございます。今5話まで来ましたけど、はい、1話って90分になっていたじゃないですか。これってすごい珍しいことだと思うんですけれど、はい、どのように決まっていったんですか？いや、これは前の回でも吉岡ってプロデューサー出てたと思うんですけど、はい、彼と一緒に作品作るってなった時に一巻の中身をどうしよう、一巻一冊で全部つながってる話なんで、はい、区切りどころないよねっていう話を、もうこれは動画工房さんとかの前に僕らでその話をして、はい、そしたらもう原作の方たちに1話1巻丸ごと全部そのままぶっ続けでやりましょう。でそれを、当時、僕と吉岡は別の作品で、僕がアニメ作って吉岡が映画館に流すみたいな業務分けをしてた時があって、そしたら映画館でも流せるんじゃないとか、僕が別の作品でその1時間スペシャルを何本もやってて、はい、その放送の枠ってどうやって調整できるっていうのを大体知ってたので、そしたらそれ連動して全部やればいいんじゃないっていうのをもう僕らの時点で最初からこういう風にしたいんですって、先生とか主演者さんとか編集部さんに提案した。だからもう頭からそれはもう決まってたんですよ。ああ、そうだったんですか。はい、なんかすごいんですね。本当にいろいろなこう重なり合いで90分になっているというか。そうですね。で90分で収まるかなと思ったらギリギリ収まらなくて、いやもういろいろと調整をしてくださって、細かいところまで見てくださってるのがもうアニメプロデューサーさんのお仕事というか山下さんのお仕事で、はい、頭が上がりませんね本当に。いやっていうことで、最後に一つお聞きしたいんですけれども、私のルビーのお芝居はいかがでしょうか？それ聞いちゃいます？聞いちゃダメですか？いや逆に照れくさいんですけど、はい、そもそもオーディションでやっぱり一番のインパクトを残してくださったんですよ。
推しの子ってやっぱりその芸能界を描いてる、いわゆる役者さんを描いてる、そういったところもある作品じゃないですか。ってなった時に本物のルビー来たなってみんなが思ったんですよ。特にその新人アイドル感というか、まあだからなんて言うんでしょう、ゆまさんが言い方悪いですけど、その新人感がすごい一番強くて、でしかもでも安心して任せられる演技力と、安心してこの一緒にルビーと一緒に成長していってほしいなっていうので、一番最初にオーディションで決まりましたよ。涙がですあれ泣かしてしまった。ちょっとありがとうございます。でも実際やっぱり、今5話ですかね、撮ってみて、やっぱ一番安定してるっていうんですかね、そのなんだろう、安心して聞いてられるっていうか、だって本人がルビーなので。何も言葉が発せなくなってしまいました。いやっていうぐらい本当に良くて、でやっぱり最初の1話と今を比べるともちろんちょっと成長してるんですよ。でもそれはルビーが実際年を取ってるのにうまくはまってるんで、まあね、この後どういう展開になるか分かんないですけど、昔のルビーをやってっていうとできなくなってるかもしれないですけどまあ逆に言うとそれも含めてうまくはまってるなっていう印象はありますね。ありがとうございます。ルビーと一緒に成長できるように頑張ります。してるんで大丈夫です。いや頑張ります。はい、ありがとうございます。引き続き頑張ってください。引き続き頑張りますのでよろしくお願いします。はい、さあ続いてはお待ちかね、本日の差し入れチェックです。いきます。今日ボケる。見てください、この圧倒的ビジュアル。今日はですね、弁財天さんのフルーツ大福を差し入れでいただきました。ありがとうございます。ゴールドキウイ、とっちあいかいっぱいありますよ。さっきね、私はあまおうをいただいたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、でもやっぱ大きいのが欲しいな。ゴールドキウイいただいて帰ります。イエーイ、ありがとうございます。ということで本日のアフレコレポートは以上となります。テレビアニメ推しの子第6話もぜひご覧ください。以上、推しの子アフレコスタジオよりルビー役の伊駒ゆりえがお送りしました。それではね、最後にいきます。推しの子じゃんけんじゃんけんポン。勝てたかな。バイバイ。カノポーズ。